前回は左脳意識にネドジュンさんがインタビューしている様子をご紹介しました。今回はそのインタビューを終えた後のネドジュンさんご自身の感想です。左脳さんが低い声で言葉を発した瞬間、頭がキーンとなり、強い耳鳴りが起こったそうです。猛烈な勢いで血液が頭に吸い上げられ、体全体が一気に力を失ってシュンとした感覚になったといいます。左脳さんって本当にものすごい血流を使うんですよ。そんな風にネドジュンさんは振り返っています。この感覚、久しぶりでしたね。とても面白かった。でもとっても怖かったんです。体の感じが全部変わってしまいましたから。私たちはついサノさんのことを自分たちを苦しめているラスボス、いない方がいい存在。そんな風に最大の敵のように捉えてしまいがちです。でもネドジュンさんは言います。実際はそう単純な話ではないと。今の私とサノさんとの関係はとてもいい距離感なんです。感謝もしていますし、すごく頼りにもしています。だって税金を払う日を教えてくれたりしますからね。右脳側へ一気に切り替わった頃は、サノさんの存在が完全に消えてしまったように感じていたそうです。けれど今はバランスが取れていて、使いたい時は使える。講演会などでもとても助けてもらっていると言います。インタビューを通してネトジュンさんはあることを強く感じたそうです。サノさんって本当に社会を作りたいんだなって。ここまで明確にそう感じたのは初めてだったかもしれないと。サノさんは社会システムを作り上げることが自分の使命、そう思っている巨大な組織の一員だったそうです。私を作りたいんじゃない。社会を作りたいんだって。そう考えると人を惑わしたり苦しめたいわけではなく、ただ社会を作るという動機で動いているだけなのかもしれない。そう思うと少し腑に落ちた感じがしたと語っていらっしゃいます。まるでそういう企業だからそれに合わせて働いていますと言わんばかりの生真面目な働き者。内側から見ているとどこか不敵な笑みを浮かべているように感じられ、本当に外の世界、社会のことしか考えていないようにセッティングされた存在だったそうです。何か大きな指令を受け取り、目標とする文明のイメージがあり、それに合わせて個人を調整しているようにも見えたと。そんなことを考えていたのと、思わずそんな言葉が浮かぶほどの不思議な感覚だったそうです。これは単なる無意識ってだけでは扱えない。そう感じて考えを改める必要があると思ったとおっしゃいます。もともとの左脳さんは何かを見た時にびっくりしないよう、過去の記憶を水面下から少しずつ出すことでフォローしてくれる存在。人知れず支えてくれる寡黙で有能なマネージャーのようだったそうです。ところが人間社会で言葉が発達し、言語野を左脳さんが一手に引き受けるようになったことで状況が変わりました。意識が言語野の中をぐるぐる巡るようになり、その結果、今のように過剰な状態になっていった。けれど、それもすべて社会や文明を作るためだったのだろうと。ネトジュンさんはこうも感じたそうです。左脳さんもある意味では集合意識なんだなって。左脳さんの向こう側に巨大な左脳意識の集合体のようなものが見えた。今回インタビューした左脳さんはその末端に過ぎない。だから左脳さん自身も自分で判断しているというより、その集合意識に尋ね答えを受け取って話しているような感じがしたとおっしゃいます。そしてここからがとても大事なポイントだとネトジュンさんは語ります。その意識の遥か彼方、遠回りではあるけれど、
やはりそこも神様に通じていることが分かったのだそうです。神様と最もダイレクトにつながっているのが本体さん。背中側から直接入り込んでくるようなイメージ。その入り込んだものと体と意識をつないでいるのが右脳さんという意識で、これも首の後ろあたりでかなりダイレクトにつながっているという感覚がある。さらに腰から下は人間同士の無意識とつながっているような感覚。それだけでなく、左脳さんの側からも神様につながっているというのが今回初めて見えて、ただそれはものすごく遠かったそうです。右脳でつながっている部分と左脳で遠回りしてつながっている部分、その大元が同じだと分かった瞬間、強い衝撃を受けたとおっしゃいます。ということはやはり計画なんだと、右と左、二方向のリモートコントローラーを使って操っているような感覚。思わずやばっと声が出たそうです。神様がどうやって文明を作ろうとしてきたのか、その一端がなんとなく見えたから。外側の世界を操作する技術を発達させるため、明らかに左脳の領域に強い意識を送り込み、それを使っている。ただ、神様のレベルからすると、なんというか、もっと低くなるように、テンポを落としていこうとする力が働いて、チューニングを重ね、どんどん波長を下げていくようなプロセスが必要だった。左脳意識の集合体を通じて何度も変換して、最後に人間の頭の中に入れている。そんな長い道のりが見えたそうです。それが何のためなのかはまだわからない。けれどそのビジョンを感じた瞬間、うわーっと鳥肌が立った。ネトジュンさんはそう語っていらっしゃいます。